ね、ポツ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 ってやって、こっちはすくってないのでポツって見えてないけど、今すくってんじゃないこれ。あ、すくってない、すくってない。すくってるわ。ギュッとやっちゃうとね、次ギュッとやってみましょうか、ちょっとね。ギュッとやってみると、あんまりだ。僕がチクって吸う能力が高くて、あんまり何もならなかったけど。途中から祭りにするって言って僕全然祭りにせなかったね。こっちに、出ちゃってるけど。また出てる。昔はあったっていう話なんですが、最近はね、ピリってる。モヒトの良さを押してくれればいいんだけどね。手でやる意味ね、集中力が増すとか、楽しいとか、あとはなんとなく考え事ができるとか、いろいろありますよ。ちょっとこれはこれで可愛くない？なんか。可愛い。可愛い。ウラジオ、ストックじゃない。全部失敗してた。まさかの全部失敗してるんだけど。はい、こんにちは。今日は、基礎縫いっていうことで、祭り縫いからやっていこうかなと思います。一番簡単なやつです。2.5 センチの三つ巻きにしていくので、5センチにこう引っ張って、ね、こう折っちゃってください。ね、アイロンで折りましょうか、丁寧にね。よいしょ。で、これで、2.5 センチの三つ巻きにして、よいしょ。ね、まっすぐ折れたら、じゃあちょっとね、今日は丁寧にやるので、しつけをしましょう。ね。はい、しつけ糸。これで、8番の糸。8番じゃないや、間違えた。6番の針で使ってしつけしていきますからね。もう糸は6番。で、しつけしていきます。それで、この定規を下に置いて、ピンで打ってもいいけど、一応丁寧にいきます。で、しつけしていきますね。硬い。ちょっと朝コンのね、硬い生地だから、硬いな。よいしょ。で、しつけ糸って、玉止めしちゃダメだという派もあるんですけど、外すとね、いいかな。玉止めしちゃダメな理由っていうのは、最後、表からね、スーツとかだったらしつけ外してあげるときに、裏から打ったしつけを外すときに、玉止めしてると抜けないよっていうので、玉止めせずに貝縛りで止めていくっていうね、ことをしたりするんですけど、最後貝縛りしてしまいましょう。よいしょ。ね。よいしょ。で、ここ、ね、貝縛り止めます。こういう感じね。1、2、で、もうちょっと不安っていうか、ちゃんとしっかり止めた方、2回ぐらい貝縛りしといてください。で、しつけして、しつけして、祭り縫い。じゃあね、この絹手縫い糸を使ってやっていくので、やっていきましょう。で、巻いてあるやつなので、いいかなっていうか、アイロンしてもしなくてもいいけど、した方がいいと思います。ピンピンってこうやってね、よりを戻してあげてください。よりを戻す？絡まなくしてください。で、針に通すときに、これは8番でやっていきましょう。8番の針でね、こっちだ。で、もう針に穴が通らないときは、斜めに入れてください。斜めにね、切って入れたら入ると思います。ダメ。ここね、もう一回されるから、ここね、斜めにね、切ってあげてくださいね。よいしょ。ね、ほら、入ったでしょ。で、玉止めをして、で、祭り縫いしていきます。最初ここから、わかりやすいように白い糸でしてるので、ここから1回はここで止めてもらったらいいかな。ね、こういう感じで。で、ちょっと進んで、一応厳密にはこう刺すことになってるんだけど、縦に。こうやってね、縦に刺すっていう風になってますが、こういう感じで縦に刺すってなってますが、
まあ大体斜めに入れるので引っかかってる。大体斜めに入れるので、ちょっと普通にこういう感じでやっていくと思います。ここね、斜めにで、後ろ側どうなってるかなんかさっきからモーターついてるな。こうてん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 って出てる。もう一回この説明入れるから、もうちょっと綺麗にできたとこでやろう。斜めに、だいたいねちょっと斜めにやっていきます。まあ祭る箇所によってピッチはどれくらいかちょっと変わってくるかもしれないけど、まあ5ミリから5ミリ以下ぐらいに考えてくれればいいんじゃないかな。5ミリか、これ7ミリぐらいあるかなで、ポイントはこうやって抜くときに回す。わかるかな。抜くときに回す。針を抜くときにこう入れて、こうちょっと回してあげる。そしたらよりが戻ったり寄りすぎたりしないので、まあね、その糸のよりによって反対だっていう人もいるんだけど、多分一緒だと思います。まあ手癖によってどっちかによるっていうのはもしかしたら人にあんのかもしれないけど、まあ、それを判定する方法はあるんですけど、糸のよりがどっちかと何にもしない時にくにゅってなって寄りすぎてる場合はよりを戻す方向でいくし、よりがなくなっていくんだったらよりをかける方向に回してくれればいいです。まあ何言ってるかちょっとわかんないかもしれないけどまあこれ詳しく説明しますね、またどこかで。今日はね祭り縫いなので、ちょっともうちょっとじゃあカメラに近づけてやってみるので、これぐらいでね、ちょっとフォーカスを直しましょう。お、綺麗にいった。今これぐらいに合ってんのかな。ここで固定し、ここでこのストイックな世界に入るわけ。この場所を全くこの微妙なここで作って難しい。画面見ながら、これは難しすぎではちょっと待ってよ。ここでこうするか。こっちの方がいいな。肉眼で見れる。よいしょ。で、最後まで来たら玉留めします。で、ここの中に、まあ、この状態のこの三つ巻きでの裾でのやつだったら、僕ここでこのちょっと奥側で一回入れてもらって、ここで玉留めして、で玉留めをこっち側に隠すかな。こうやって。本当の服だったら。って感じですかね。こんな感じ。こんな感じで、こんな感じで、で、裏は、こっちがしつけのね、もう糸で、てん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 って、多分同色でやってもらったらほとんど見えないんじゃないかなと思います。ということで、やってみてください。これ祭り縫いです。こんにちは。今日は、千鳥掛けをやっていきますね。で、千鳥掛け、ここがジャケットの裾だと思って、まあちょっとこれ綿のやつでやっちゃったんで、ウールではないですが、これはジャケットの、これはジャケットの裾だと思ってね、いきましょう。
本当は売るの方が良かったですね。いや、今のいいか。で、ジャケットの裾なので4センチで上げたいので8センチでいきましょう。4.5 でもいいけどね。ここにタッチして、やっていきましょう。よいしょ。じゃあ今日はね、今日もやや丁寧にやっていくので、ね、もう糸でしつけしましょう。そういうので、もう糸を通して、しつけしていきますね。はい。千鳥掛け、ここから5ミリぐらいのところに、だいたい千鳥掛け、5ミリから1センチの千鳥掛けしていくので、しつけはちょっとその下側にしましょうかね。よいしょ。下側ちょっとやっぱやり直そう。千鳥、どこでもいいよな。でも分かりやすいよね。この辺にするか、やっぱり。うん。それあんま言わないでおこう。はい。じゃあね、しつけしていきますんでね。後ろの生地縫わないように、ここでいきましょうね。笑っちゃいけないからね。もう一回行こう。じゃあ、では、しつけ、今日もね、丁寧にしつけをしていきましょう。ね。後ろの生地を縫わないように定規を引いてやっていきましょう。ね。しつけしていきましょう。はい。ね。まあそこまで細かくやらなくてもいいので、止めとくだけなんでね。これぐらいで。何センチぐらいだ ?3 センチぐらい。緊張するよ。よいしょ。よいしょ。はい。しつけがね、これ、終わりました。終わってないけど。はい。これでね、終わりました。じゃあ、そうね。準備が終わったので、千鳥掛けをやっていきましょうかね。千鳥掛け。はい。こう手縫い糸でやっていきますね。ちょっとわかりやすいように黒い糸でやってるので。で、8番か9番の針を使いましょう。で、千鳥掛けっていうのは、進む方向が逆なので、皆さんね、もう一回言った方がいい。はい、糸通りましたね。千鳥掛けっていうのは、前の祭りはこっちからこっちに進んでいったんですけど、千鳥掛けこっちから進んでいきます。でも針刺す方向はこっちなので、針刺す方向と進んでいく方向が逆だと思ってください。でね、まあ、ここの一芯目を下から刺しましょう。ね、ここから刺してくださいね。ここね。で、まあ5ミリ、こっから5ミリぐらいのとこに、チクッと刺してください。で、下側もチクッと。この時に、後ろまですくわないでほしい。後ろの生地まで。ここだけ。こうね。この上の生地だけ。上の生地とか折り上げた生地だけすくってください。ね。よいしょ。今こう、ミニュってやったから、形が変になっちゃった。ね。これ、進んでいく方向が逆なので、ちょっとあれどうだったかなって混乱しちゃうかもしれないけど。こういう感じで。おそらくおそらくこの千鳥掛けが一番糸の寄りが戻っちゃったり、糸が寄りすぎちゃったりしちゃうと思うので、手縫い糸の時に寄りすぎちゃう人は、ミシン糸の時は、寄りがなくなっていっちゃうと思うので、その逆の人は逆だと思います。ね。こう、だいたい5ミリから7ミリ間隔ぐらいでやっていきましょう。あ、そうそう。この間の祭りと一緒で、寄りを、戻すために、こう、針をね、抜くときに回してください。で、どれくらい回すかなんですけど、ほんとちょっとでいいんですけど、めっちゃいっぱい回したらどっちに行くんだろうね。一回やってみるか。あ、寄りそう。
いや、ここでやらなくてもいいか、それ。まあ、アイロンとかしてたらあんまり大丈夫だとは思うんだけど。ですけどね。あんまりアイロンとかしてると大丈夫な気がします。そうですね。返し縫いをしてる感じに近い。で、ここで、ね、後ろ、すくってないよな、僕。で、ここで裏見せる。ね、ポツ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 ってやって、こっちはすくってないのでポツって見えてないけど、今すくってんじゃないこれ。あ、すくってない。すくってるわ。戻して。ね、上側すくってるのがこっちで、下側はこっちなんですけど、上側ポツポツポツって出ますが、下側出ないですね。ね。まあちょっとぐらいすくっても、まあありっちゃありですけど、まあウールで主にどうだろう。面でもやることあんのかな。あるわ。あります。でもウールだと別にそんなになんかすごい気をつけなくても出ないと思いますけど、薄い生地の場合はちょっと気をつけた方がいいかな。こっちの。ここすくうときに、こっちの生地をすくうときに、下の生地をすくわないかっていうのは、ちょっと薄い生地の場合は気をつけた方がいいですけど、まあ、今回止まるか。こんな感じでね、こっちはポツポツといきますが、こっちは出ないみたいなね。こんな感じですね。まあ、あと、今、こう、ミシン糸じゃない、手縫い糸でやってますが、まあ、白も糸でやる場合もあるし、他はないか。白も糸でやる場合もあるので、生地と場所、大体でも手縫い糸でやりますけどね。うん。もしくは手縫い糸がない時にミシン糸でやったりとか、ぐらいで。うん。って感じかな。あとなんだ。どこに使うかね。これは一応ジャケットの裾みたいなのを想像してやってますが、ズボンの裾とか、自分で裾上げするときは、この縫い方をやってもらえればいいのではないかなと思います。千鳥掛けと、なんだっけな。場所ね。ズボンの裾とか、ジャケットの裾とかね、やっていくんですけど、で、やっていきます。で、祭り縫いと千鳥掛けの違いっていうか、千鳥掛けは、今見る通り、こことここで止まってるんで、ゆるいんですよね。まあ、しつけしてるからあんま動かないけど、こう、ゆるく動いてくれるっていう。だから、ふんわり止めたい時っていうのと、あと、立ち端が、こう、切りっぱの時は、ちょっとすくっただけでポロって取れちゃうので、その時にもいいかなと思います。だから、祭りをするんだったら、こうやって折って祭らないといけないけど、千鳥掛けだったら、このままいけるから薄く上がるみたいな。薄くしたい時とかも千鳥掛けの方がいいんじゃないかなと思います。基本的にそれぐらいかな。動いてもいい。ね。がっちり止まってる方がいいとみんな思うかもしれないですけど、服飾の中ではね、動いてる方が、ある程度緩く止まってる方がいいっていう場所もいっぱいあって、そういうのの一つみたいなことがあるかもしれませんね。あるかもしれませんね。もう一回言っとこう。服飾は絡んで。服飾っていうのはね、なんか、がっちり止まってほしい場所と、まあ、ゆるく行ってほしいとこと、動いてほしいとこっていうのがあって、まあ、千鳥掛けはどっちかというとゆるく止まってほしい場所みたいな。で、これですね。ゆるく止まってほしい場所ですね。ゆるく止まってほしい場所に使っていこうかなと思います。いや、です。もうダメだ。ゆるく止まってほしい場所に、ゆるく止まってほしい場所によく使います。ゆるく止まってほしい場所に使う。なんかもう一個ぐらい言うことあったんだな。あとこれ、祭りもそうですけど、こいつ特になんですが、あんまり強く引かないでくださいね。ふんわりね。ふんわりいく。みたいな。ギュッとやっちゃうとね、次ギュッとやってみましょうか、ちょっとね。ギュッとやってみると、あんまりだ。僕がチクって吸う能力が高くて、あんまり何もならなかったけど。これでギュッとなるとね、ほら、こんな風になるんで、
表から見たときに、ほら、ここだけ、こんな風になってね、気持ち悪いでしょ。これがグーってやったら、グジュグジュグジュってなるんで、ゆるくいくみたいな。まあね、手縫い全般的に言えることですけど、こいつは特にゆるくいってください。ね。大丈夫だ。糸ね。糸なんとなく言ったよ。もう一回言っとこうか。一応言っとこう。言ってないかもしれないから。糸はね、まあね、もう糸でやる頃、ジャケットだったらね、もう糸でやる時も、場所もあるし、まあ場所によるけど、しっかりさせたいっていうか、そうだな。いや、しっかりさせたいでもないな。しっかりさせたいでもないんだけどな。なんか、なんて言うんだろう。まあ大体ミシン糸じゃない。手縫い糸で行くと思います。もしくはミシン糸でね、手縫い用にミシン糸でやっちゃうかもしれない。ほら、これ、よりがね、こうなってきたじゃないですか。よりがかかりすぎるとこうなるんですよね、よりがね。これを、ね、どっち側か。まあこれちょっとあれだけど。こうなったらよりが戻っていく方向だから、こうやっぱり、こっち側に回すと、こう回すとよりがなくなっていく方向だから、僕の場合っていうか、千鳥掛け僕がやる場合は、よりがかかっていく方向に、なっていくのね。これ今、よりができてるけど。これが。でも、だから、よりがかかんない方向に回してやるっていうのが正解だから、もうちょっと回してやらなかったとダメだったってことですね。針をね。これを、針を。もうちょっと。これでもしっかりこれは別でやった方がいい。よいしょ。じゃあ終わりました。これでね。で、これで、まあ、千鳥掛け全部やってしまうと、もう、手の中に突っ込んで、玉止めできないので、これだったらここから玉止めできるけど、でもどうだろう。まあ、表でやっていっか。ね。表でいきましょう。よいしょ。最後作っちゃったかもしれない。よし。で、玉止めを、ウールだったらギュッと隠してもらって。はい、終わりました。ね。こんな感じです。てん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 。こっちは出てないです。ね、作ってないので。はい、これで千鳥掛け終わりました。ね、これみんな千鳥掛け、裾上げとかに作ってくださいね。ではでは、お疲れ。ではでは、皆様の良い服飾ライフを。こんにちは。今日は、盾祭りっていうのをやっていこうかなと思います。ね。で、前回やった千鳥掛け、ちょっと生地変わってますけどね。その辺はまあ触れないようにしていきましょう。ね。じゃあ、裏地を2センチに折るので、4センチで、ここに印つけてもらって、ね、折りましょうね。よいしょ。よいしょ。色で折って、よいしょ。で、ここに2センチ。まあね、裾、なんかの裾だと思って2センチくらい開けましょうか。ね。ね。で、僕の口癖だよ。で、ここに裏地を、この2センチの線にこの裏地を置いていきましょう。じゃあ、ね、今日も丁寧にやっていくので、ね、もう糸でしつけをしていきましょう。で、しつけ糸は、6番で言うと、しつけ糸は6番の針でね、やっていくので、しつこいようですが、ここにしつけをしていきましょう。ね。だいたい、そうだな、どこでもよくはないけど、まあ5ミリか、5ミリぐらい内側でやってもらえればいいです。
まあね、しつけ、これぐらいでいいですよ。しつけをね、してほしいんですけど、まあ2センチぐらいの間隔でいいのではないかなと思います。ちょっとね、また絶対にずらしたくないみたいな、あんま動きたくないって人は細かく打ってもらってもいいですが、これぐらいでいいかな。さっきなんで細かめって言ったんだろうな。いや、細かめでもいいんだけど、何かを想定して細かめって言ったんだろうと思うんだけど。動きやすいからです。ああ、動きやすいから。裏地がね、うにょうにょならないようにってか。まあ確かに。じゃあ、こんな感じでしつけしてもらって、じゃあ、千鳥掛けじゃないや。縦まつりやっていきますか。じゃあ、ちょっと白の糸でね、やりましょう。白でいいのかな？よいしょ。手縫い糸でね、白の手縫い糸でやっていきましょう。本当は、この裏地の色と合わせた方がいいんじゃないかなと思います。こっちの表地の色よりも、裏地の色と合わせた方が目立ちづらいんじゃないかなと思います。じゃあ9番のね、裏地なので9番の針を使っていきます。よいしょ。で、玉止めして、で、こいつをこっち側にして。じゃあこれこっち側にやってもらって、基本は、自分の方にね、この祀る部分を持ってった方が多分やりやすいと思うので、今はこっちに向けてやってみましょう。じゃあね、裏地の方に、まず針を刺して、で、祭り縫いの時はここから5ミリぐらいのとこにこう刺してたと思うんですけど、これはこの刺したこの真上に刺して斜めに入っていく。で、その時にこの縫い代っていうか、この折った折り代だけ縫ってほしいです。こっち側に出ないようにしてください。ね。だからあんまり薄いやつではなかなかね、後ろまですくっちゃうからやりづらいと思います。そしたらポツンってこうできるので、ポツンってね、この糸が出てくるので、こんな感じでやっていきましょう。途中から2回ぐらい祭り縫いを入れますかね。そしたらわかりやすいんじゃないかな。で、これでも、すごいちゃんと上にやらないと、流れちゃうので、できるだけここに、真上からやって、このポッツがちっちゃく、今もちょっと流れてるんですけど、こっち側に、斜めに。こうね、流れてるんですけど、まあ理想的に言うとポツンってあるぐらいがいいかなと思います。で、これが、そうだなと。うん。で、やってよ。見せやすい。動きづらい。まあ、祭り縫いと縦祭りの違いっていうのは、さっきこう言ったようにちょっと分厚いとこに斜めに押してやるのと、こう斜めにこう刺していくので、ある程度厚みがないとなかなかちょっと難しいと思います。斜めに、この生地の中をこうぐーっと通って斜めにやっていくのでね、難しいんじゃないかなと思うのと、で、こっちの方が生地と糸が設置してる表面積みたいなのが多いので、動きづらいとは思います。ちょっと動きづらいのかなとは思います。あと、まあ一番のね、いいことはこう目立たない。これ同じ黒い糸でやったらほとんど目立たないと思うので、もっと細いね、ミシン糸の細いやつとかでやっても全然目立たないので、まあ目立たないっていうのも特徴の一つかなと思います。あと、そうだな。あとね、アームホール。ジャケットのアームホールとかにやったりするんですけど、その時に、ジャケットのアームホールじゃない。ジャケットの裏地の、アームホールの裏地。ジャケットの裏地のアームホール。ジャケットの裏地のアームホールとかにやったりするんですけど、その時に、裏地を伊勢ながらって言ってちょっと縮めながら、伊勢るっていう言葉があるんですけどね、要塞では。こいつを、裏地だけを縮めることを伊勢るって言うんですけど、こう、裏地だけを縮めたりしながら止めたりするので、そっちにはこっちの、この、縦祭りのがやりやすいんじゃないかな。そのやり方っていうのは、
ちょっとしつけしてるとやりづらいので説明すると、これいるまあいいか。もう切っちゃったからね。これ、親指でちょっとこう、見せてあげて、で、ここで、シュッと。止める。親指でこうちょっとたぶらしてあげてね、裏地だけ。たぶらしてあげて、で、シュッと。やると、こう、ちょっといさっていくのね。この裏地がいさっていくって。こういう止め方とかもするのも、縦祭りの方が多分やりやすいと思います。まあ、祭り縫いでもできなくはないけど、縦祭りの方がやりやすいんじゃないかなと思います。しっかり止まる。ずれにくいと思う。祭りでやるとどうだろうな。こうやって、やっぱ流れて戻っていきやすいからね、祭り縫いの方がなんとなく。でもできなくはないか、祭り縫いでも。こうやって、たぶらしてこうやってやれば、祭りでもいけるから。でもなんとなく、こう、伝統的には、伊勢ながらやるやつは、祭りのいじゃなくて縦祭りで行くなっていう感じがするな。伝統的には。まあでも、どっちでもいいですけどね。どっちでもいいんかい。うん。そんな気がするな。うん。あとは袖口の裏地の袖口の裏地袖口の裏地かな。ジャケットの袖口の、ジャケットの袖口の裏地も縦祭りでやる場合が多いかなとは思います。もちろん祭り縫いとか奥祭りって言ってまだやってないですけど、それでやる場合も、やってるメーカーさんなりもあるんで、一概には言えないんですが、縦祭りって書いてある本とかも多いんじゃないですかね。もう一回説明すると、この出てる糸の真上の生地をすくって斜めに入って、ちょっと進んだ3ミリ、4ミリぐらいのとこの、この折った裏地の際を、ね、この際をから出す。この時に、今折ってある折り代にだけ刺して、こっち側の表地に刺さないようにしてください。刺さないようにしてください。最後の声がすごいちっちゃかったと思うんだよな。無声音だったと思うんだよ。で、これも他の祭り縫いや手縫いと一緒で、針を回してくれれば、ね、こう向き、多分こう向きだと思う。人によって違うっていう噂もあるんですけど、多分こう向きだと思うので。まあね、手縫いの時にね、こうやって小指で引っ掛けてこうやってやってあげるんだけど、この時に小指が何の役を果たしてるかっていうと、ちょっとバネみたいなね。バネの役割を果たしてて、これ小指が。これ切っちゃったかな。小指が、キュッて縫っちゃうとキュッてしまっちゃうから、このバネでふわっとするのに小指が役に立ってるっていう。この小指がね、ふわっとするのに役に立ってるっていう。もちろんこの小指使ったからってグイーンってやっちゃうと全然バネの役割には立たないんですけど、まあそういう役割があると、どこかで聞いたことがあります。間違ってる可能性もあるけど、まあなんか聞いたことがあります。まあ確かにね、小指使ってる方が当たりが柔らかい気がする。当たりっていうかこの生地にスッて入っていく感覚が分かりやすい気はするけどな。まあそれももう、やってみてくださいね、今度。釣りね。ちょっと流れてきちゃった。途中から祭りにするって言って僕全然祭りにしなかったね。はい。じゃあ、こんな感じで祭り縫いができました。縦祭りができました。まあ、これもね、白い糸でやってるんで、ちょっと流れてんのとかも目立つ部分もあるんですが、まあ、なんていうのかな。同じ、裏地の色と合わせてやるとほとんどわからないと思います。どっちかというと裏地の色に、この、祀られる方、どっちだろうな。こう、祀る方に近い方がいいと思うな。上に乗ってる方に近い糸の色にしてあげた方が目立ちづらいんじゃないかなと思います。まあ素材とかなんなりあるんですけどね。で、表から見ても全然、これまあしつけの糸なので、
何も見えないみたいな。まあ、すくってないですからね。すくってないで何も見えないのは当たり前なんですけど、っていう感じで、これでできました。ここ、途中ちょっとこの辺多分伊勢たと思うんですけど、これぐらいの、ちょっと、ぼやぼやってしてるの分かりますよ。ほにょほにょほにょって。ここね。これ伊勢た部分なんで、ね、こう、余るなと思ったらギュギュギュね。まあ、そんな適当なことはあれですけど、ね、伊勢やすい。手縫いで、こう、生地をこう、上の生地だけをクシュクシュってしやすいっていうのも、縦祭りの特徴かなと思いますんで、ね。じゃあ、できました、できました、縦祭りね。じゃあね、しつけを外して、途中切っちゃったからね、しつけを外して。では、これで縦祭りできました。皆さんのね、良い服飾ライフを。はい、こんにちは。今日はね、この間は、予期せずね、着せの説明をしちゃいましたが、今日はね、干し止めの説明をしますね。干し止めっていうのは、ね、この間やったように、着せを吹き出してこないように止めるやつですね。で、レディースとかだと、ふわっとさせたいので、後ろにね、例えばこうなった場合に後ろに入れる場合が多いかもしれないですね。あんまり見えないな。ちょっと待ってね。こうなった時に、ここに吹き出さないようにね。一応ね、どこに入れるかというと、縫い代とこいつに裏からやる場合はね、縫い代とこの裏の生地に、まあ裏地とかでやる場合が多いんですけど、こうスクッとさして。ね、ミシン糸っていうか細い糸でやってほしいんですけど、今日は僕は穴糸でやってるのは分かりやすくするためにね、穴糸でやってますが。こう、ちょっとちっちゃな返し縫いだと思ってください。ちょっとね、こうやって。着せが帰らないようにね、ちっちゃな返し縫いをしてくれれば。だから、ミシン糸とか、なんだっけ、手縫い糸でやる場合は、ミシン糸や、手縫い糸なんで、細い糸でやる場合はね、針の番手合わせてくださいね。で、針の番手合わせてやると、あんまり表に行きづらいので、こっちに、出ちゃってるけど、出ないようにしてください。こんな風に出ないようにしてくださいね。僕ちょっと太い針でやってるので、穴糸なのでね、こういう風に出ないようにしてください。ね。出ちゃいました。ギュッと。また出てる。だからまあこういう場合はもうなんかポケットとかね、フラップのポケットだとこうやって指入れて入れれないけど、もうこういう場合だとね、こうやって入れてってもいいよね。こうやって。こうやって持って入れてってもいいけど、こうやって。ね。こないだやったミシンと一緒ですよね、これだったらね。で、フラップだったりなんかするとなかなかね、見返しのそうだね、最後に前端とか入れるんだったらちょっと無理なので、まあこうやって、まあ芯も入ってたりして分厚いのでね、大丈夫だと思います。こう、裏干しって言って。で、裏干し入れる場合は、ふわっとさせたかったら裏干しだけでもいいです。ふわーっと、箸をね、ふわーっとさせたかれば。大丈夫だね。だから太い針でやるとね、ちょっともう感覚もちょっとわかりづらいから、どうしても、こっちに出やすいと思いますけど、細い針でやってあげたら、多分大丈夫だと思います。よいしょ。こうやってね。で、これも他の手縫いと一緒で、回す。で、この回す方向や回すことについてまたどこかで動画を撮ろうかなと思うので、ね、暗分実験みたいなもので、暗分は、なんだろうな、こうなったらこうしてよみたいな、簡単な対処みたいなのがあるので、それもどこかで動画で紹介できたらなと思います。こういう感じね。
よいしょ。ね。この太い針で、あとこの生地での表に出ないような感じで慣れてきたので、今のね、抜いた時に回してるんで、よく見てくださいね。よく見てもわかんないかもしれない。あと回した方がね、針も抜けやすいんだよね。抜けやすいんです。で、穴糸で僕はこれ今8番じゃない、6番の針でやってるんで、ちょっと針が細いんです、実は。こうやって、ここで引っかかりがちょっとあるんで、カツって引っかかりがあるんで、実はちょっと針が太い。細い。ここでちょっと引っかかりがあるんでね。そうやってみれば、本当はもう一番手、上の針を使わないといけないんだと思います。ね。針の番手と、わかんなくなったらそういう感じでチェックしてみてください。カツって今、引っかかったり。引っかかりがね、あるんで。こういう感じで。すごい偶然同じところに走ったんで沈んで。こういう感じで。で、この裏干しだけで、さっきも何度も言ってますが、裏干しだけっていうのもあれば、両干し入れるっていうのがあります。両干し入れる場合は、こっちの裏干しだとね、簡単に言うと、これとこの縫い代しか止めてないので、こう、両方からね、止めてやるっていう。両干しっていうのを入れたりもするんですけど、この後、両干し入れていきましょう。ね。表から入れて、今、ちょっと出てないな。よいしょ。で、両干し。両干しも一緒なんですけど、やることは途中からちょっと別のことやりますからね。よいしょ。これね。これが干し止めってやつです。ね。主な効能って言うと変だけど、主な効能はこの吹き出ない。裏地とかがね、こう規制をかけたやつが戻らないようにしたいみたいな。これがね、干し止めってやつですね。で、表から両干し、ジャケットの裾なんか端なんかで、前端なんかで、ね、こっちが見返しで、こっちが表だとしたら、両干し入れてあげます。よいしょ。両干しっていうのは、こんなとこから玉留めしちゃダメだけどね、ジャケットの前だとしたら。両干しっていうのは、こっちからも縫い代までだけに星を入れてあげる。そしたら両方で止まるから、これで完璧で、裏側の糸が後ろにも出ないし、みたいな。これがね、両干しっていうやつですね。よいしょ。両干しっていうのかな？もしかしたら両干しって交互に裏と両方、裏も表も星入れることなのかもしれないけど、これを両干しって言ってたけど、うちの師匠は言ってましたが、でも実際もしかしたら成績は違うのかもしれないね。こう出ないようにしてね。こうやって縫い代だけをすくっていく。表地と縫い代だけをすくっていくっていうのが、ジャケットだと芯だけ、縫い代と芯をすくっていくって感じになるのかな。芯が入ってないものだったら、この硬いな、これ。の生地は硬い。の生地は硬いですよ。皆さん。ね。こうやって。で、表の星っていうのも、目立たなかったらミシン糸とか細い糸で、しかもこんなにちょっとだけ返すみたいな感じでやってくれればいいです。目立たせたくなければね、同じ生地の色でやってもらえればいいです。
で、途中から、AMF みたいな。AMF は厳密に違うんだけど、AMF、アメフっていう、なんかこう、ステッチのミシンがあるんですけど、それっぽくはないんだけどね。メンズとかでよく、まあ、半分までいったら説明しようか、それね。半分までいったら、ちょっとそっちの、両干しじゃなくて、よく、やられてる干し止めっていうのを、ポケット、フラップとかね。フラップとかでやられてる、メンズのジャケットなんかでやられてる干し止めっていうのは、どういうものかというと、まだですよ。半分までいってから。硬いんだよね、この生地が。本当に。硬い。ジャケット、ウールだとこんな硬くないのでね、皆さん。こんな、大変なことにしなくていいのでね。大変なことというか。あ、沈んじゃった。こんなね。両干し入れる場合はそんなにまあできなくはないか。ちょっとここ2個沈んじゃったけど沈んじゃったけどね。で、これをデザインっぽく AMF みたいにちゃんと出したいっていう時は、じゃあこっからちょっとそうこうね、真ん中まで来たので、こっからそれっぽくやっていきましょう。もちろんね、なんていうのかな。ここから後ろまですく。後ろまですくって、ゆーっとやっていくっていうのもあります。で、後ろまですくって、後ろまですくって、つくぐらいでもいいけどね、後ろは。こんな感じ。ね、これ後ろ見えてんじゃんと思うんですけど、別に割とこうなってるやつとかもたくさんあります。ね。で、すごいこう、本当はね、すっごい一番いいのは、後ろもちょこんってすくって出ないっていうのが一番いいんですけどね。で、めっちゃ見せるみたいな。ハンドステッチみたいな。これぐらい。で、これも、押し止めも結構絡まりやすいんで、あんまり、あれが。ちゃんと回してってほしい。こっち側ね。おそらくみんなこっち側だと思うけど。こういう側ね。めっちゃって言いながら僕、あんま出てないけど。硬い。ほら。こういう感じ。ね。まあでもあんま変わんないけどね。なんか2ミリぐらいのステッチ。で、ここであんまりね、こうギュッて引っ張っちゃうとピリッとなっちゃうので、ピリピリピリってなって、まあ、外国物のスーツなんかだとね、いや、星入れてんだからピリが出て当たり前じゃん、みたいなことで。だけど、一応日本のスーツはね、あんまりピリが、まあでも最近は変わってきてるのかもしれないですけどね。ピリが絶対出たらダメだ、みたいな、百貨店基準みたいなのが昔はあったっていう話なんですけど、最近はね、ピリってる。わざとピリピリピリってさしてるのもいっぱいあるので。こういう感じで。ね。ちっちゃな返し縫いだと思ってもらえば、ここから出て、ちょっと返して。ここから出て、ちょっと返して、で、グググググ、
ゆーっと。で、その時ちょっと返して、で、その時に、抜く時に回す。針を回す。抜く時に針を回す。ね。針を回す。ね。こういう感じでやってみてください。ではでは、これが星止めで最後は。よいしょ。では、皆さん。ね。では、皆さん。こういうことでね。ここもちょっと出ちゃってるけど。まあ、裏まですく。裏まですく時もあるっていうぐらいで覚えててくださいね。ってな感じで、やってみてください。星止めでした。さようなら。はい、こんにちは。今日は、串縫い。串縫いをやっていきましょう。串縫いっていうのはね、ギャザーを寄せたりとかする時に使うものなので、まず、糸はもう糸2本取りにします。2本取りにします。針は6番できますね。よいしょ。で、これを2本取りでやっていきましょう。2本取りで、ね、やっていきます。よいしょ。じゃあ、ここからだいたい5ミリぐらい、1センチぐらいのところにやっていきましょうかね。まあ、串縫いっていうのは長針のがもしかしたらやりやすいのかもしれないけど、僕は短針でやっちゃいます。こうやって布を動かしてってください。で、ある程度溜まってきたら、ね、ぐぐぐぐぐっとやって、シューっていう感じ。はいた。こんな感じですね。こんな感じで。串縫い。何の時に使うかな。袖付け前に袖を見せたりとかね。硬い。ね。こんな感じです。曲がっちゃったな。もう一回取ろうかな。よしよ。指はこっちはこういう感じで添えてんのかな。逆から見てみると、なんかこんな感じ。よいしょ。こんな感じ。こんな感じですね。あんま曲がっちゃいけないけどね、こうやって。こうやってあんま曲がっちゃいけませんが。ね。こんな感じで。もう一回最初からやろうかな。まあいいや。これをやっちまえ。こういう生地の端にやることが多いんじゃないかな。でも途中にシャーリングみたいに入れたい場合は、見えてるかあれかもしれない。よいしょ。硬い。で、まあ僕みたいに曲がっちゃうと嫌だなっていう人は、なんかチャコとか引いてからやりましょう。よいしょ。串縫いね、これが。間隔どれくらいか。まあ、もう糸でやる場合は、ほんと、こんな感じでいいと思いますけどね。もうちょっと下で、これぐらいでやりたいんだけどな。これぐらいで。これぐらいでね。あんまりカメラに上げると。
2回撮ろう。よいしょ。こういう感じですね。こうやって、この段階でここに当ててる。こう持って、で、後ろの指で、ここの段階で後ろでこれを引っ張るというか、止めてやる。もう一回行こう。こうやって、ほら、今こう持った。よいしょ。こんな感じ。ね。こんな感じ。ちょっと上すぎる。ここでやろう。ね。あ、この位置がいい。カメラの位置が。うん。ただ、硬い。よいしょ。で、これは一応、こういう感じで。ね、ぐし縫いです。スカートのとこもちょっと似せたりするときにこういうの、こう、ちょっとこうね、似せてあげてね。なんかやったりするときに、こう、キュ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 ッと、キュ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 ッと似せてあげてね。こう、シャーリングとかギャザーとか、するというものですね。うん。こんな感じ。これぐし縫い。なんか、何本かまだやっていくか。ね。はい。もう一回じゃあね、ぐし縫いをやりましょう。ちょっとね、近づいたんですね。ここに。じゃあちょっとね、次まっすぐできるように、丁寧にやっていきましょう。チャックをね、引きましょうね。ここにぐし縫いを入れていこう。ここ5センチ。まあ5センチのところにやることないけど、あんまり。ここら辺にしようか。まあ5センチのところに入れてみようか。ね。ここにまっすぐぐし縫いを入れていってみましょう。で、ちょっとこれじゃ短いので、ね。すごい長いとやりづらいかもしれないけど、言んないですけど、これね、これぐらい。ちゃんとあるぐらい。よいしょ。で、6番の針を使って、ぐし縫いをしていきましょう。ぐし縫いっていうのはね、まあ、全くさっきと同じこと言いますけど、ギャザーを寄せたり、で、スカートのウエストだったり、ジャケットのアーム、袖だったりね、袖のアームホールだったりをやっていきます。こうやって、よいしょ。ね。針を動かすというよりは、糸を動かしましょう。糸じゃない。生地を動かしましょう。針を動かすだよね。こうやって生地を動かす。よいしょ。結構硬いんですよね、この生地。毎回言ってますけど。ね。こうやって。こうやってね。よいしょ。こっち。うん。よいしょ。もっとギュギュギュってやる人もいるのかもしれないけど、僕はある程度抜いちゃう。ここそうだ。ここでこう刺すじゃないですか。ここでね。こう刺したときに、ここ針出てるでしょ。これをこうやって持つ。こうやって持つ。それだけですごいやりやすくなるんじゃないかな。で、こうやって。
もっと上手い人がいるかもしれない。ね。よいしょ。で、ここまで来たら、ね。ここに入れて、こうやって持つ。こう針が出てるでしょ。この針の、この突き出てるここら辺を持つ。で、ここで、ギュッギュッ。ギュッギュッ。ギュッ。ね。こういう感じですよ。生地を動かす。生地を動かす。よいしょ。生地を動かす。ね。まあ、できるだけ同じような幅っていうか、運針でいった方がいいのだと思いますけど。こうやってね。で、急いでるとき。急いでるときは、ね、ぐし縫いをせずに、そうだな、スパン紙。ミシンでやる場合もありますよ。ミシンで。スパン紙って言ってね、シャッペスパンとかポリスパンとか、いろんなメーカーがありますけど、スパン紙はちょっとね、摩擦があるので、あれで、粗いミシンをかけてやります。まあ、それも同じです。だけど、どうだろうな。この摩擦がもう糸2本取りの方がちゃんとしっかりあるので、毛羽立ってるのね。スパン紙って言ってもね、やっぱりこう、つるっとしてるんで、つるっとはしてないか。まあ、ある程度つるっと。そういう面では、シャッペスパンよりも別の安いスパン紙の方がいいかもしれない。そういう時は。毛羽立ってるっていうか、継ぎ目がね、あんまりたくさんあるので、シャッペスパンは割といいやつなので、なんていうのかな。継ぎ目がつるっとしてるんですよね、スパン紙の割には。だから、そっちの方がいいんじゃないかなと。安いスパン紙でやるっていうのも一つの手かもしれませんね。よいしょ。こうやって、生地を動かす。よいしょ。硬い。ね。生地を動かす。で、大体、竹村健一のモノマネをしそうになったけど、まあそれは置いといて、大体にはねっていううるさいね。これね、大体において、5ミリとか、例えば、2本、ぐし縫いを走る場合に、端から3ミリと、端から8ミリとか9ミリとかね、そういうのするんで、だいたい5ミリ間隔に入れる場合が多いですね。ね、こうやって、ちょっと5ミリより大きくなっちゃった。ね。これぐらいに入れる場合が多いので、やってみましょう。ね。5ミリ間隔とか、1センチ間隔とか、入れる場合が多いので、それもちょっと練習として、やってみましょう。ね。8番の糸でね。違う。6番の針でね。やりますからね。で、もう一度ね。ミシン。でも、もう糸でやった方がなんか、寄せやすいとは思いますよ。多分。どうなんだろう。なんか、みんな、も糸の方がやりやすいって、も糸の良さを、こう押してくれれば
いいんだけどね。だって、ミシンでやったらズボーンっていくじゃんってなって。ね、5ミリ正確にもミシンの方がやりやすかったりもしそうな気がするよ。手でやる意味ね。集中力が増すとか、楽しいとか。あとはなんとなくこう、考え事ができるとか。ね。いろいろありますよ。よいしょ。こうやってね。ブシね。よいしょ。あ、ちょっと大きかったな。これちょっと大きいよね、このブシ。ちょっとこれやったら引っ張ってみましょうね。カートリッジプリーツっぽく。同じ幅じゃないからカートリッジプリーツっぽくはなんないですが、外国の4歳動画のさ、カートリッジプリーツとかさ、そういうのを作ってる人の、みんな長針使ってるんだよね。長針の方がいいのかもしれないね、やっぱこういうのは。でもあれ、ぐし縫いでやってたな。やってた。ぐし縫いっぽくやってた。ぐし縫いはだから、長針の方がやりやすいかもしれませんよ、皆さん。ちょっと長針で後から、いやもうやってみないけど。僕短針でやってるけど、原理的に長針の方がなんか、いい気はしますよ、やっぱり僕も。よいしょ。いった。刺しちゃった。生地を、こうやって動かす。生地を動かす。ね。こうやって、生地を動かしてください。よいしょ。生地を動かす。ね、こうやって。お、ちょっと、痛い。刺しちゃった。生地を動かす。よいしょ。ね。こういう感じだよ。いくよ。こう、生地をね。1、2、3。あ、これが見えない。こうやるからね。1、2、3、4、5、6、7、8。ね。1、2。あ、でもこっちのがやりやすいから、嘘やっちゃった。こっちのがやりやすいかもしれない。どうだろう？ちょっと待ってよ。こうの方がやりやすいかな。どうだろう？ちょっと、別のやりやすい。嘘を教えてるかもしれない。こっちの方がやりやすいのでは？いいや。こういう感じですね。で、これを、ギュ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 。ギュ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 。ね。ちょっとこれ、引っ張っちゃう。ギュ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 ーっとこう引っ張って、こっちも引っ張っていこう。ね。ギュ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 引っ張ってください。こういう感じで。ね。袖口っぽくなってきたでしょ？ほら。ギュ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 って引っ張って。ほら。こんなプリーツができる。ね。ギュ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 ね。こういう、なんか袖とかになりそうでしょ。ちょっとこれはこれで可愛くない？なんか、こういう袖とかなりそうでしょ？ほら。なりそうでしょ？これ、ほら。こういう袖とか。可愛い。ね。
もう一回だけやってみましょうかね。もう一回、ちょっとね、こっちの方がやりやすいんじゃないかなって今気づいた。こっちの方がやりやすいかもしれないなっていうのを今気づいたんで、それやってみましょう。ね。ちょっと真ん中あたり。これ。このあたりでね、やりましょう。こっちに生地がいっぱいあると、こうやりづらいからね。例えばこうやって持てばいいのか。そしたらこう指抜きが。別にいけるわ。全然いけました。全然いけましたね。これでいけたわ。ちょっと線からずれちゃったけど。どっちがやりやすいか。場所によってはね、なんかこうど真ん中でこう、指が入らないみたいな時は、こうやってやるしかないかもしれない。指が後ろに入れないっていう時は、こう生地の真ん中あたりでね、指が後ろに入らないっていう場合は、こうやって入れてった方がいいかもしれないですね。こうやって。なんかいい方法ないかな。ちょっと荒くなりそうだね、でもこれだと。そうでもない。慣れたこっちでもいけんのかな。あんまり真ん中に入れたことが僕の作ってるものにはなかったんだけど、レディースのいろんなものだったりしたらあるかもしれませんからね。真ん中に串の入れるっていうことが。よいしょ。で、串の入れていきましょう。よいしょ。串のね。こっちでもそんなに難しくはないな。慣れてきた。慣れてきましたね。よいしょ。どっちがいいだろう。みんな両方やりやすい方法でやってみてくださいね。よいしょ。じゃあギャザー寄せタイムですね。ギャザー寄せタイムです。ねえ。シュ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 。こんな感じ。こういう感じ。シュシュシュ。じゃあこっちも寄せていきましょう。ここも寄せますか。せっかくだしね。こういう感じですよ。間違えて1本だけ引っ張っちゃった。頑張って。ねこういう感じ。こういう感じで。ねこういう感じ。ねかわいい。こういう感じですよ。こういうね。こういうのに使えたりしますよ。では、皆さん、では皆さん、串縫い頑張ってみてください。さよなら。はい、こんにちは。今日はね、奥祭りというのをやっていきますね。奥祭りは、何かが落ちたぞ。大丈夫。後でし。ジャケットの裾なの何かが、こうね、やるやつですよ。ジャケットの裾を、もう一回行こう。途中で切ってもらおう。ジャケットの裾に使うやつで、若干ふんわりしてるっていうか、ふんわりしてますよ。ダメだ。若干ね、ふんわりしてます。ピタって止めるんじゃなくて、ふわふわしてるというか、ね、フラッシュっぽくなってるって感じですかね。じゃあ、1.5 にしようか。一応ね。
で、裏地を留めてもらって、で、裏地をストックじゃない。裏地を、じゃあしつけしますね。で、しつけ位置は、大丈夫か。OK。しつけ位置を、ちょっとね、若干ね、上目にしてもらえれば、この線のここよりもちょっと1センチぐらい上にしてもらって、シュッとね。しつけしていきます。よいしょ。で、しつけはあんまり辛くならない、きつくならないでくださいね。もっとちょっと待って。よいしょ。で、奥祭りは結構ね、失敗するというかね、裏地が薄いので失敗する可能性があるんですけど、基本は今からやるようなやり方ですけど、失敗しないためのやりやすい方法もやるのでね。じゃあ奥祭り、はい、こういう感じでしつけ打ってもらって、しつけ打ってください。はい、打ってもらって、ここに奥祭りをしていくんですね。シューッと。で、そうだな、5ミリから7ミリ奥にしつけをしていくっていう感じですかね。よいしょ。で、これをこっち側に、こうやってやっていく人もいるのかもしれないですけど、一応ね、基本教えて、僕も教わった時はこっち側に向けてこうやってやっていってくださいっていうことでしたね。じゃあ細い針を使っていきましょう。細くないとね、ちょっとね難しいと思って、分かりやすいようにこのちょっと微妙なエメラルドグリーンの糸でいきますけどね。これ引っかかるね。よいしょ。で、細い9番の糸でいきましょう。9番の針で、細い9番の針でいきましょう。糸もね、本当はなるだけ細い方がいい気がしますよ。その理由というかね。よいしょ。引っかかった。あれ、ちょっと待って。奥祭りね。奥祭りはね、祭りと奥祭りの違いは、なんか奥祭りは緩く止まってるって感じですかね。だから緩く止めたい場所に使うって感じで思っててくれれば。よいしょ。はい、やっと糸が通ったよいしょ。じゃあ玉留めをして、玉留めをしますね。ちょっとこれがこっちあれだからな。これで玉留めをしますねよし。ここをこうやって5ミリから7ミリぐらいのとこをまず生地側をすくいます。シューッと。なんかついてきちゃった生地側をすくって、その次にね、この裏地側をちょこんとすくいます。こうやってね。で、次生地側をすく、ちょこんと。で、裏地側をちょこんとすく。で、この時にね、裏地側を1枚すくってほしいんですけど、裏地って薄いので、こうやってすくっていくんですけど、で、間隔はどれくらいかというと、小指が入んないぐらいだと思ってくれればいいです。小指がね、こう入んないぐらい
あんまり広いとね、引っかかっちゃったりするので、小指が入んないぐらいにやってくれればいいね。で、裏地が薄いので、こう裏地だけをね、作った時に、こうなるというかね、ちょっと一回失敗っていうか、もしかしたらもう今すでに失敗してる可能性もあるんですけど、2枚作っちゃうんですね、ここで裏地を。ちょっと、こういう感じで。ね。どうなるか。ほら、全部失敗してた。嘘。全部。まさかの全部失敗してるんだけど、このやり方で一応いいんだけど、チク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 って出るわけですよ、こっちに。見えないかもしれないけど。そうなると、奥祭りの意味がなくなるわけですよね、こうなると。せっかく規制掛けしてゆるーくね、してるのが、こうなるとここで動かない。ここが引っかかって裏地まで。ってなりやすいので、どうやるか。ね。こうなりやすいんですよ、裏地。なかなか1枚だけ作って難しいんでね。こういう風に見えてんのかな。オートフォーカス。こういう風にね、ポツポツ出てるでしょ、これ。そしたらさ、せっかく本当はこうならないといけないのが、ポツポツ出てこうなりやすいので、まさかこんなに失敗してるとは僕も思わなかったですけど、なりやすいので、気をつけてほしいんですけど、その時にどうするか。ね、僕がいつもやるやり方っていうのは、ね、どうするかですけどね。プレタ的にちゃんと計算してやってあげてもいいんですけど、ね。まず、僕これ裏地をアイロンしちゃいましたが、裏地アイロンしない。まず第一にアイロンしない。ね。で、止めますね。ちょっとね、だから、上目にしつけする。まずこれね。しつけしない場合は折ってやってくれればいいですけど。で、これ失敗しやすいので、ね。でこれを、アイロンしないって言った理由は、アイロン本当はしたくないけどね。こうやっていってほしい。こうやったら、なんていうのかな。この空間が、なんて言ったらいいかな。こうなる。全部擬音。こういう感じになるので、わかんないか。なしか、こう折った時に、裏地だけが1枚になってほしい。綺麗に折っちゃったら、ここに2枚重なるんで、綺麗に、なんていうの、この山のとこをぺったんこピッてやってくれれば。ね。1枚だけをやるみたいな。わかりやすく言うと、これ入るかな。こういう感じですよ。こういう感じ。そしたらこっち1枚だけなので、ここでアイロンしてもいいけどね、ここで。で、最後にもう一回こっちにって言ってもいいけど。こういう感じで、ね、やっていってください。で、別にこれを刺したままやってもいいけど、刺さなくてもいいですけどね。こういう感じでやってみたら、ね、1枚ずつ絶対すくうので、ね。よいしょ。こういう感じでね。ここで、奥祭り。失敗しやすいんでね、ああいう感じでやると。奥祭りね。ちょこ。そしたら奥祭り意外にね、あれをさっきのようになることを気にかけてると時間かかるので、ね。で、これはどっちに行ってる？こっちか。
で、分かりやすいように今この竹のヘラみたいなのを突っ込みましたけど、最初にアイロンしなければ別に竹のここでぺったんこってアイロンしなければね、別にこうやればいいだけなんで、竹のやつ入れなくても多分できると思います。ぴったりアイロンしちゃうとね、なかなか手こずるかもしれませんが、もしくは折ったとこからもう一回5ミリ折り直して上側でやってやるって言ってもありっちゃありかもしれないですけどね。おっと引っかかっちゃった。でちょこんちょこんってすくってね、ちょこんちょこんってすくってね、ちょこんちょこんってすくってね。でこれもあんまり引っ張らないでくださいね。ゆるくとまでは言わないけど、こんな感じで奥祭りしとってくださいね。後から失敗用のサムネを撮らないといけない。あ、そんなこと言わなくていいか。こうなると奥祭り本当にね、さっきのね二重で折ってやってるとね、すっごい気使うしすごい時間がかかるので、これだったら別に祭りよりもめっちゃ早いね。裾一周でも10分もかからずできるんじゃないかな。こうやってね、こうやって連続でやる人もいるし、ちょこんってすくって、こっちちょこんとすくって、こっちちょこんとすくって、こっちちょこんと裏地ちょこんとすくって、こんな感じで奥祭りね。こっちちょこんとすくって、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 やってくれれば青とね。これも多分よりを戻した方がいいと思いますね。こういう感じになるように折ってもらったらね、こういう感じになるように折ってください。これね、普通の服の時はこんな突っ込む場所ないと思うので、今こっちか。ちょこんとすくってちょこんとすくって、次下今生地の方ちょこんとすくってますね。ちょこんとすくって、裏地生地裏地生地裏地で、最後まで来たらここで玉留めしていただければね。よいしょ。これが奥祭りです。でどうなってるかというと、でちょっとアイロンしたいけど、ちょっと手アイロンでいこう。アイロンだけどちょっとよいしょ。じゃあアイロンをねここでしてあげますね。こんな感じですね。よいしょ。でしつけを取る。こういうね、だからここにこうなってて、じゃあしつけをちょっと取ってみますね、分かりやすいように。よいしょ。ああ、ここそうか、ここやり直したから取ってやるとこんな感じでね、こういう感じになってて、今度ここでね、こういう状態、こういう状態にこんだけこうゆとりというか、キセがかかってる状態、裏地にキセがかかってる状態、裾にね5ミリのキセがかかってる状態になって、これでどれくらいの細かさかというと、こうビーンってやった時に指が引っかからないぐらい、ビーンってやった時指が引っかからないぐらい、こんな感じでやってみてくださいね。裏からこう見たら
裏地、表地すくって裏地、表地すくって裏地、表地。で、こっちすくうときももちろんね、裾だけにすくってくださいね。こういう感じでやってみてください。ね。ではでは、さようなら。硬い。で、斜めに針を入れて、ちょっとこれウールでやろうかな。やり直そうかな。これ硬いんだけど。絶対こっち出るわ。こっちに出る。ちょっとやり直していい？